はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野健太です。今回なんですけど、いろんな方から尊敬する人は誰ですかっていうふうに聞かれることが多くて、それに答えていきたいなと思うんですけど、昔からですね、僕は答えてる人がいまして、それがですね、伊能忠敬なんですよ。はい、伊能忠敬。なんか尊敬する人物で答えてる人結構少ないと思うんですが、伊能忠敬本当にすごいんですよ。もうですね、地図の人って思ってる人たくさんいると思うんですけど、地図の人じゃないんですよ。地図の人でもあるんですけど、地図の人じゃないっていう、それについて今回お話していこうと思います。その伊能忠敬ですね、まずは何と言っても地図ですよね。皆さんが知ってる通り、その大日本宴会予知全図ですよ。もう分かりますかね。大日本宴会予知全図、あまりに正確すぎて、もう幕府が隠したくなったんですね。幕府がこれ海外に、持っていかれたら日本すげえみたいになって、しかも日本の国の状況とか全部分かっちゃうじゃないですか。だからもう何としても隠したいっていうので、隠してた。だけどそのシーボルト事件っていうものがあって、そのドイツのシーボルトさんがその地図を持ち出そうとしたんですね。もうそれがまた国単位でもうわーっと騒ぎになってみたいな、もうそれぐらいすげえ地図なんですけど、もうですね、その地図を作り始めたのがまず60歳っていうのがすごいんですよね。60歳ですよ。大体その江戸時代平均寿命でいうと、大体4050ぐらいですかね。その中で60歳から動き始めるみたいな。だから今で言うと90歳のおばあちゃん、おじいちゃんか、90歳のおじいちゃんがちょっとわしゃ歩いて地図作りたいんじゃみたいなことを言い出すわけですよ。もうそんなんもう想像しただけで半端ないですよね。でもうそれだけでもやばいんだけど、そもそも地図なんで作ろうって思ったかっていうと、実はですね、地図を作ること自体が目的だったわけじゃなくて、緯度の1度、要は地球の一周の長さですね。緯度1度分は何キロなんだろうなっていう、その純粋な疑問から、歩き始めたわけなんですね。それなんでそういうふうになったかっていう、なんでそういうふうに思ったかっていうのはいろいろあると思うんですけど、単純に天文学に興味があったっていうのと、あとこの伊能忠敬はですね、ちっちゃい頃にお母さんを亡くしてるんですね。でそのお母さんが北極星になったっていうふうに強く信じてて、そういう意味からもその天文学にかなり興味を持っていたみたいなんですけど、もう要は地球一周って何キロなんだろうって最初思って、これってちょっと歩いたら天文学の星の位置を測ったらその計算で求められるなっていうふうに思ったわけなんですね。で実際近い距離測ったらなんかこのなんだっけな、名前忘れたんですけど、力学の天文学のその権威の人に「いやそんな短い距離じゃ正確性ないでしょ」ってなって、じゃあ結構歩きたいなと。江戸から蝦夷、今の北海道ですね、東京から北海道の間歩けば正確な情報が得られるんじゃないかって、そこがスタートなんですね。で東京から北海道、今の蝦夷まで歩くってなると、蝦夷はかなりその江戸時代の当時は幕府のかなり管轄の中で、その行くのだけでも理由がなきゃいけなかったんですね。だからなんかの理由つけて北海道行きたいなと思った時に、地図作るって、僕は地図作れるんでちゃんとね、その国防のために北海道の地図あった方がいいですよっていう名目上北海道行けばいいじゃんっていうことで、そこから地図を作るっていうふうになったんですね。でも理由からしてもう地図の人じゃないんですよ。でもあまりに地図が正確すぎたがゆえに地図の人になってしまったっていう感じなんですね。もうだからまずわけわかんないですよね。一幅一歩、僕は巻き尺とかなんかいらなくても歩幅で長さが分かるから、もう俺の歩くのを信じてくれみたいな。もうだから今でいう人間コンピューターですよね。もう人間コンピューターって計算早い人とか記憶どうこうとかあるけれども、もうそこじゃないんですよ。もう足が人間コンピューターみたいな、まさにですね歩くコンピューターなんですけど、もうそういうぐらいすごいというわけなんですね。だからもう60歳にもなったおじいちゃんがもう野を越え山を越えですよね。もう本当に、だってね、山がたくさんあるわけじゃないですか、日本。もうそのね山を越えて全部歩いてとことこと、それで日本一周全部地図を作ってみたいな、もうわけわかんないことを成し遂げているわけなんですけど、それがもうとにかく地図のすごいところ、もうすごいところは地図なんですが、地図だけじゃないんですよ本当に。だからもう若い頃から実は伊能忠敬はすごかったんだよと。60歳より前に何してたかというと、その伊能忠敬自身はそんなに確かね貧しい
その裕福なところで生まれたわけじゃなかったんですけど、そのなんか天文学を最初学んでいて、いろんな学問を学んでいく中で、この人は頭いいぞっていうことで、どっかのですね、伊能家、伊能家だね、伊能家に嫁ぐことになって、その伊能家自身は正家だったか武家だったか、確か正家だったと思うんですけど、その中で、いろいろやりくりをして、商売としてもすごい大繁盛するんですね。だから才能があるんですね。いろいろ商売大繁盛して、でそこの中ですごいお金を財を築いて、その名主役ですかね、要は、村長さんみたいな立ち位置になって、でその後に、そこの中でもめちゃめちゃもううまいんですよ、やり方が。そのちょうど時期的には、天明の大飢饉、その浅間山が大噴火した時に、全国的に飢饉になったっていうことがあったんですね。その時に、天明の大飢饉、もう本当に米が不作になって、もうみんながもう餓死になりかけてたんですよ。実際は、浅間山の大噴火自身ではそんなに影響を受けなかったらしくて、どうやらその時は村の人たちは別になんもないっすねみたいな感じだったっぽいんですけど、伊能忠敬はいや、ここから今米結構不況だろうからたくさん買い込んどこうみたいな感じですごい蓄えてたらしいんですね。米をたくさん蓄えてて、でその後に何だったかな、川の氾濫だったかな、なんかが起こって、本当にその村がやばいことになって、やばいやばいみたいな、浅間山の大噴火とか余裕ぶっこいてたけど結構やばい状況じゃんみたいになった時に、いやいやちゃんと米持ってるんでっていうので、もうまず年貢、税ですよね、税率を一気に下げて、でしかもその米を配ったりとかして、で結局その村からの餓死者がゼロだったみたいな。もう餓死者ゼロっていうのがすごいんですよ。天明の大飢饉ってもう歴史の教科書に載るぐらいの本当の飢饉の中で餓死者ゼロなんで、もうすごいもう腕があったんですね。だからもう商売としてもすごい、もう村長さん、名主役ですね、名主役としてもすごいで、めちゃめちゃすごくて、結果ですね、数十億、正確なお金は分かんないですけど、もう数十億円単位の財産を築き上げたっていうふうに言われてるわけですね。でもうだからそれぐらい才能があってすごくて、で60歳に緯度1度って何キロだろうってなって、ちょっと地図作りますって言って東京から北海道まで歩くみたいなね。だから今で言うと90歳のもう数十億の財を築き上げたおじいさんが、おじいちゃんですね、もうヨボヨボのおじいちゃんが、わしはもう緯度1度の長さ知りたいんじゃって言って、ちょっとじゃあ北海道から東京までの距離歩く可能、地図作る可能って言って幕府、今の国にこう、企画書みたいなの持ってってどうすかみたいな、今北海道まで歩いた方がいい、北海道の状況っていうか地形っていうものを把握しといた方がいいっすよみたいな感じでやってっていう、もうそういうことです。それ想像したらありえないでしょっていう話なんですね。だからもうバイタリティがすごいということですね。もうバイタリティが半端ないんですね。だから何歳になってもちゃんと自分が疑問に思ったこと、緯度1度っていうことですね。緯度1度何キロだろう、地球一周って何キロなんだろうっていうふうに疑問を持って動くと。だからもうここから学べるのってやっぱ自分の好奇心ですね。好奇心っていうのは何歳になってもしっかりと持ち続けることってすごい大事なんだなって思いますね。その好奇心っていうものがあるから後世の人たちによって地図の人としてすごい人だっていうふうに認識されるようになったわけじゃないですか。だから本当に、何歳になってももう好奇心も大事だし、遅くないんですね。何をするにしても遅くないんだなっていうふうに思いますね。もう、これだけお金を持って、どんだけお金を持ってどんだけ年を取ったとしても、いつまでもちゃんと純粋な心でやりたいこととか興味あることに立ち向かっていける。でそれぞれのところでしっかりと一個一個結果を残していく。もうそれがもうかっこいいじゃないですか、生き方として。ということでですね、僕自身その伊能忠敬をすごくリスペクトしていて、その伊能忠敬みたいにいろんなことに挑戦しながらそれぞれ頑張って結果を一つ一つ残していくと。でその中ででも何歳になってもどこまで行ってもしっかりと挑戦者の気持ちでこれやりたいなっていうのにね、どんどん立ち向かっていくっていう人になりたいなっていうことで、尊敬する人物を伊能忠敬というふうにしています。はい、こんな感じですかね。はい、その尊敬する人物っていうのは人それぞれだと思うんですけど、はい、ぜひ
伊能忠敬尊敬できる人物に加わったよっていう方でも、いいですし、そのコメント欄に尊敬する人物もたくさん書いてもらえてもいいかなと思いますし、その情報を交換できたらなと思います。ちょっと笑っちゃったね。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。